動画の本編に入る前に、私が偽装で使っているボルトの耐久性についてのお話をさせてください。私が使っている偽装の特にフロートの取り付け部のボルトはアルミの材質ということもあり、柔らかいためか折れやすい印象です。今回の動画の内容の一つにボルトの交換作業があるのですが、実はこれでボルトの交換作業は2回目になります。1回目のボルト交換作業は最近のお話になりますが、兆候から帰宅後にボートの点検をしていたところ、ボルトが折れていることに気づき交換しました。その後、すぐにまたボートを倒してしまい、ボルトが折れてしまったため、今回の動画でのボルト交換作業は2回目となります。安全対策としては、ボルトを強度のある材質に変更したり、予備のボルトを用意しておくなどが考えられますが、何よりもまずは定期的に偽装の点検を実地して不具合がないかを確認しておくのが第一だと考えています。ボルトが折れて外れてしまったので、これを現物合わせしていこうと思います。はい、おはこんばんは、オリーブです。久々の動画投稿なんですが、今回はボートの魔改造シリーズでタイヤのフレームがボートの重さに耐えられなかった問題と、フロートを取り付けているフレームの骨組みのボルトがボートを倒した時に折れてしまった問題を解決していく内容になっています。はい、大工さんからもらったシリーズなんですけど、エアコンプレッサーももらっていたので、このエアダスターとホースですね、買ったので、これでボートの方を軽く掃除していきます。はい、で今回直すとこなんですけど、ここ2本棒が出てるんですけど、これフロートを止めるとこのパーツなんですよね。でもう1本ここにあったんですけど、ボルトが折れて外れてしまったので、パーツを戻していこうと思います。これが壊れてるパーツですね。このパーツのボルトが折れてしまったので、ボルトを付け替えれば修理完了ですね。フレームにこのジョイントをこのようにくっつけて、上からこんな感じですね、かぶせて2つのパーツを合わせます。あとはボルトですね。これをボルトの穴のところに入れて、ナットですね、これをつけて回せば、ここのジョイントの修理が完成ですね。はい、ボルトを交換して修理するために形状の合うボルトをホームセンターで買ってきて取り付けたのですが、こちらのボルト、キャップボルトという名前らしいです。一般的なボルトと違って頭が六角ではなく丸い形状のものになっているんですが、こちらを使わないと G ファンのジョイントは締め付けることができません。なぜかというと、これがジョイントのボルトの差し込み口なんですが、表も裏も六角の形状にへこんでいるんですよね。なので片方は六角のナットを入れればいいだけなんですが、もう片方のボルトの方は頭が六角のものを使ってしまうと、六角ボルトの角が邪魔で締め付けができないんですよね。そのため G ファンボルトを交換するには、頭が丸くて差し込み口が六角レンチで締め付けられるタイプのキャップボルトを用意する必要があります。またこのパーツ取り付けるときに、ここのボルトは緩めます。パーツを戻していこうと思います。ここのボルトを2つ外していきます。そしたらこのパーツですね、取り付けていくんですが、ここですね、ボルトを緩めないと戻せないので、ボルト緩めていきます。そしたら入るかな。入んないか。はい、なぜボートの横から直接 G ファンのジョイントが取り付けられないのか説明します。この G ファンフレームのジョイントは分割できるような構造になっています。なので分割した状態でここのフレームに差し込めば簡単に取り付けられそうですが、2つの理由で差し込むのが難しかったです。まず1つ目の理由ですが、ボートとフレームの隙間が狭くて、分割した状態のフレームの厚みでも横から直接ジョイントを差し込むことができませんでした。2つ
つ目の理由としては、多少しならせれば入るかもしれないと思ったのですが、G ファンフレームはジョイントを噛み込ませるために溝のある立体的な構造なので、フレームの溝にジョイントが引っかかってうまく差し込むことができませんでした。完全に外すか。側面のここから入れていきますね。引きで見ると、はい、こんな感じでボートの右側の方ですね。ボルト戻します。はい、今仮付けの状態ですね。そしたらここの2本のこの間の間隔と同じ間隔で上の方もパーツを取り付けていきたいので、ここの長さを測って上も同じ長さでフレームを取り付けていきたいと思います。だいたい18センチか。ただ実際にはフロートと現物合わせで微調整が必要になってきますね。はい、こんな感じでフロートのフレームを差し込む位置、距離が決まっているので、これを現物合わせしていこうと思います。はい、ちなみになんですが、もともとオールの方ですね、取り付けて自由に動くフレームで押さえていたんですが、先端の方外側にこの状態だと出ているんですが、この中に入れるようにこんな感じで取り付けると、ボートからオール落ちないで安定して使えるようになりましたね。それまではこのジョイントで押さえていただけだったんですけど、何回も海の方に落ちて使いづらかったです。こうやってこの動くフレームで補助してあげるという感じが、ボールの留め方としてはいいのかなという感じがします。はい、タイヤの方ですね。ジョイントの部分が可動式のやつだったんですが、固定式に変えました。はい、この可動式ジョイントから固定式のジョイントへの交換ですが、こちらの作業はすごく簡単で、左が可動式ジョイントを取り外した状態で、右が可動式ジョイントを取り付けている状態の映像です。この可動式のジョイントはフレームの中で突っ張って固定するタイプのジョイントなので、こことここのボルトを緩めるとフレームの中で突っ張っているパーツが緩んで、フレームから可動式ジョイントを取り外すことができます。あとは固定式ジョイントのここのボルト1本を緩めたら、フレームと固定式ジョイントをつなげて、さっき緩めたボルト1本を締め付ければジョイント交換が完了となります。こっちの方が砂地とか荒れてるところでの耐久性が高いと思うので買いました。今回は簡単なボートの掃除とフレームの修理とタイヤの乾燥をしましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回は振り返ってみるとメンテナンスに近い内容だったのかなと思います。次回以降の動画についてですが、内容としてはボートの偽装製作となっております。作る偽装の種類は一つなのですが、予想以上に動画の素材が多かったため、何本かに分けてのシリーズものになっています。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと、すごく動画制作の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、ものづくりって本当にいいものですね。さよなら、さよなら、さよなら。